こんにちは、オンズです。今日ご紹介するのは、山奥ビジネス一流の田舎を創造する茂谷ゆかりさんです。タイトルを見ただけでも、山奥で本当にビジネスが成り立つのって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この本を読むと、今や山奥だからこそできる新しい価値や仕事の形が分かって、とてもワクワクさせられます。ビジネスパーソンの皆さんにも、都市だけじゃない、新たなチャレンジの可能性を感じてもらえる本だと私は思っています。というわけで、早速お話ししていきますね。この本を書いた茂谷ゆかりさんは、都会から地方に移住して20年近く、インド紅茶のネット通販を立ち上げたり、経営セイストとしての活動をしたりしている方です。ご主人は国際エコノミストで、東京と地方の2拠点生活を早くから実践していたそうです。そうした経験の中で、山奥ビジネスと呼ばれる様々な事例や、移住した人たちのストーリーをまとめたのが本書なんです。ポイントとして最初に知っておきたいのが、本書で繰り返し出てくるキーワードなんですが、一つ目が、ハイバリューからローインパクト。これは高い価値を生み出しながら、環境や土地の文化に大きな負荷を与えないスタイルを目指そうという考え方です。もともとはブータン政府の観光政策の言葉だそうで、高いサービスを提供しながら自然や文化を壊さないことを目指すという意味ですね。二つ目のキーワードがスロックシナリオ。これはスモールローカルオープンコネクティドの略で、小さくてローカルな取り組みを世界に開くことで、さらに大きく広がっていくという社会変革の流れです。そして三つ目が越境各種。都会から地方へ、あるいは地方から都会へ、住む場所や働く場所を超えて、新しい知識や気づきを得る動きのことですね。この三つがどんな風に作用して山奥の地域を盛り上げるのか、それを実際の事例とともに説明しているのが本書の特徴です。では、ここからは本書で印象に残った事例をいくつか順番にお話しします。山奥ビジネスって言われても、そもそも何をするのって思う方も多いと思うんですが、それが本当にバリエーション豊かなんですよ。例えば、熊本県の大和坊では、エリート銀行マンだった方が、家業の宮津凝酒屋を継いで、海外への販売を手掛けていたり、観光酒蔵として来訪者を迎えたりしています。ここの宮津凝酒屋さんは、創業200年以上の老舗なんですが、売上の3割が海外向けになったり、ネット通販を始めて若いお客さんにも知ってもらう工夫をしているんです。ゲーム統計南部に登場する刀蛍丸と大和町の歴史を絡めてオリジナル日本酒を企画したら全国から注文が殺到して一瞬で完売とか、しかもその蛍丸をきっかけに知り合った東京の若手と仲良くなり、ネット通販をさらに伸ばすアイデアが湧いてきたという流れなんですよね。ところが熊本地震で酒蔵が土被害を受けてしまうんです。一時は再建も難しいかと思われたみたいですが、そのタイミングで全国のファンから支援の声や注文が殺到し、まだまだやれると確信を持てた。それをきっかけにアメリカのナパバレーまで赴いてワイナリーを見学して高い価値を提供しながらお客さんに有料のテイスティングと特別な体験を提供するという発想を取り入れて酒蔵を単なるお酒の工場からエンターテインメント施設にアップデートしていくんです。こういう思い切った方向転換、すごいですよね。それと同じ大和町では東京から移住してきた IT 企業も活躍しているんです。マルクという会社が代表的なんですが、熊本地震の後に熊本の復興に IT で貢献したいと社長が決意して、なんと本社を熊本の山奥に置いてしまう。光ファイバーは当初なかったんだけど、地元の経営者や自治体が防災を理由に整備を推進して、オフィス環境を整えていったという流れです。しかも、古民家をシェアオフィスにリフォームしたり、廃校を IT 企業の拠点にしたりして、県全体の IT 企業を増やそうとしているんですよ。東京でガンガン競争するのとは違って、山奥だけどネットで仕事ができる。そして豊かな自然に囲まれつつ、イノベーションを起こしていくという姿が描かれていて、なんだか新しい生き方を体現しているようで面白いなと感じました。次の事例は、石川県の能登町。人口1万6000人ほどの、いわゆる消滅可能性都市として挙げられていた場所なんです。
でもそこに世界一のジェラート職人が生まれているんですよ。奥能登の山の上に牧場があって、そこにいた若い方がイタリアのジェラート大会に出続けて、何年も失敗したのにめげずにチャレンジをして、ついに世界一になったんですね。ジェラートイリュージョンっていう滴体窒素を使ったパフォーマンスで注目を浴びたり、素材にセロリを入れて斬新な風味を作ったりと、とにかく職人の心を燃やした挑戦を続けていた。その姿がかなり熱いです。さらに、もっともっと店舗を増やして全国に展開するというよりは、都会のショッピングモール出店は断っています。むしろここへ直接足を運んで、地元の牛乳や自然を感じてほしいと言っているんですよ。これこそハイバリューからローインパクトな生き方ですね。3つ目の事例は、北海道の岩見沢市ミルトという炭鉱町だった地域。今は人口400人弱で過疎が急スピードで進んだけど、そこに移住してきたパン職人や絵描きさんが新たな賑わいを生んでいるんです。手骨でじっくり作ったパンは毎日午前中で売り切れるような人気店になったり、廃校になった中学校をアートイベントの会場にリノベして、外から来た画家や編集者が地元の皆さんも巻き込んで展示会をやったり、寂れていた場所がみるみる面白くなっていく流れが紹介されています。移住した夫婦が子供を山猿のように育てながら、リフォームしたログハウスで暮らすとか、ちょっとドラマみたいで仕事に疲れた私たちの心をくすぐるエピソードですよね。それから島根県の大森島にもものすごくおしゃれなアパレルと雑貨の会社があるんです。訓練堂というブランドを持つ石見銀山生活文化研究所ですね。ここも人口400人ほどのエリアなのに、全国に30店舗以上を展開するアパレルブランドとして大成功している。創業者は地元出身のご主人と三重県出身の奥さんなんですけど、最初はウサギやクマのアップ池をつけた雑貨をワゴンで売る行商からスタートしたんです。それが東京の大きな展示会に出てみたら大注目を浴びて一気に販路を広げ、その後大人の女性向けアパレルとして新ブランドを立ち上げていった。大量生産大量消費とは違うアプローチで、すべて国内の素材や職人さんを大切にして、長く愛せる商品を作る。まさしくハイバリューからローインパクトですし、ちょっと割高だけど長く使いたくなる服をあえて山奥から発信するってところが時代のニーズをうまく捉えているなぁと感心しました。本書の後半では、新潟県十日町市や北海道東川も山梨県の小菅村のように自治体自体が熱心に面白いイベントや制度をやっていて、そこに人を呼び込み、新たなビジネスの種をまいている事例も出てきます。例えば十日町市の大地の芸術祭、廃校や空き家や棚田そのものを現代アートに見立てるようなイベントで、地域にアクセスが不便なのに、毎回多くの観光客が来るんです。そして都市と地方をつないで、新しい人の流れを生んでいる。芸術祭をきっかけにして、女子サッカーの農業実業団ができたり、クラフトビール醸造を始めた若い女性がいるとか、そもそも芸術祭が広がる途中で、地元の高齢者も巻き込まれていくとか、すごくダイナミックな展開になっているんですね。美術イベントって敷居が高そうなイメージがあるけれど、こうして地域住民も一緒に企画を進めると、むしろ人と人がつながる接点になるという面が大きいようです。それから東川町は写真の街と呼ばれていて、高校生の写真大会、写真甲子園を毎年やっています。都会ではないのに人口が少しずつ増えて若い世代が移住してくるっていう珍しい例ですね。自然が豊富で美味しい伏流水がある場所で暮らす利点をアピールしながら、それを写真という文化活動で外にもどんどん発信しているのが特徴だそうです。さらに公立の日本語学校があって外国の人が勉強に来てくれたりするから、街がグローバルに開かれるという要素もある。こういう小さくオープンな姿勢がスロックシナリオの典型ですね。そして山梨県の小菅村では、人口をバロメータにしないという言葉が印象的でした。確かに、ただ人口の数字が増えた減っただけじゃなくて、地域にどんな可能性が育まれているかが大切。小菅村でも小学校が維持できるように留学制度を実施したり、道の駅の開設やタイニーハウスプロジェクトで若者を呼び込んだりといった取り組みが行われているんです。
すごく山奥だけど、面白そうなプロジェクトがあると人は集まってくるというわけなんですよね。一方で、こうした地域で若い女性が離住して活躍する一方、地方の古い慣習や社会構造がネックになってしまうケースも少なくないと本書では指摘しています。多父長制や長男教が根強い地域は女性が帰ってこなくて消滅してしまうよと。やっぱり来てくれる人をオープンに受け入れる姿勢がなければ、新しい人やイノベーションが根付かないんですね。そこが鍵だということは様々な例から見えてきます。では、こうした山奥ビジネスに共通する学びとしてはどんなものがあるか。私が強く感じたのは2点です。1、山奥にはもともとある文化や歴史、自然などの強烈なリソースがあるということ。炭鉱松だった場所、古い銀山の町だった場所、世界遺産に登録された地域や豊富な温泉、棚田や山林、古民家など、これらがうずもれてしまうか、あるいは新たなきらめきを持った場となるかどうかは、人の思いと工夫次第なんだなと。2、外からの視点や若い世代の柔軟なアプローチを積極的に受け入れていることです。地元の人や行政、経営者が外から来る人を排除するのではなく、どうぞ来てくださいと古民家や空き施設を積極的に貸して、面白い人を呼び込み、さらに地域全体で彼らを支えている。その結果、IT 企業が次々と集まったり、世界一のジェラート職人が育ったり、全国からパンを買いに来る行列ができたりと、想像を超えた盛り上がりが生まれているわけです。本書は最後に、これからの日本全体の産業構造や観光業などの発展を考えても、山奥ビジネスこそが未来を作るのではないかという話を提示しています。コロナ禍を経てテレワークが普及した今、働き方の選択肢も増えていますよね。大都市が当たり前だった時代から山奥に拠点を置きつつ、全国や世界とつながる働き方もできるわけです。そんな動きが進めば進むほど、地域が元気になるだけでなく、都市一極集中も和らいでいくかもしれません。私自身もこれを読んで、山奥って逆に可能性の宝庫だな。大自然を感じながら自由な発想でビジネスができるのってすごく面白そう、と思わずワクワクしちゃいました。ただ一つ注意があるとすれば、山奥の暮らし自体は現実的に不便な点もありますし、車社会のところも多いから運転できないと困るとか、仕事の継続に地元の協力が欠かせないとか、いろいろハードルもありますよね。でも、その分得られる自由や自然、ロマンの大きさを考えると、十分やってみる価値があるよというメッセージが本書からは強く伝わります。最後にざっとまとめますと、この山奥ビジネス一流の田舎を創造するは、豊かな自然や歴史が眠っている山間地域で多様な仕事を生み出そうとチャレンジしている人たちを丁寧に取材した、とても読み応えのある一冊です。読んでみると、そんな場所でこんな事業が成立するのという驚きと、いや、むしろ山奥だからこその強みを生かしているんだ、という納得が同時に味わえます。都会の激しい競争に疲れたビジネスパーソンでも、こういう新しい働き方を考えるヒントになるかもしれません。移住したい人、山奥で何かやりたい人、あるいは企業の新しい事業拠点を模索している方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。ということで、今日は山奥ビジネス一流の田舎を創造する茂谷ゆかりさんの本をご紹介しました。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。